宇宙開発の方の技術者があってだんだん変化していって、そこからロボットとか機械とかそういうものに興味が出て、レゴテクニックっていうおもちゃを使ってロボットとかを作り始めた。でもやっぱりパーツの規格に縛られるのであんまり自由度がない。でラジコンとかを作るには飽きてきてしまう。でそういう時に中学校の授業で木工に出会って、その木の加工性というのに魅力を感じて、朝一で田中さんに会って、学校で壊れて芯だけになって、そのシャーペンをどうにかして外側を使いたいなと思って田中さんとかに持って行って教えてもらったんだ。家にある、父が持ってた日曜大工の道具ぐらい。靴だっつったってあそこにある。そうですね。ロボコンとかに中1と中2ですかね。でも本格的に木工を始めたのが中学校の3年生くらい。何かを作るっていう工作がとりあえず好きだった。紙でもないので、材料はあんまりこだわりがなくて、NPO 法人木に変えるっていうので、今プラスチック製のものを切っていくみたいな、そういうコンセプトもすごい興味がある。プラスチックってやっぱすごく便利な素材だから、多分残っていくのは残っていくし、使うのはしょうがないと思うんですよ。なんかでも自然素材が好きなわけ。好みですよ。始めたのは本当高2。これでかいもんな。私こういうのブリブリとかよう使わんのよ。ロープが重いともうそれだけで息が。これ小軽細い枝とか切る。これが細い枝なの？それを持って木に登っていってで切ってみる。これが灯油のタンクのろ過フィルターだった。よく考えるよね。それ見てライトにしようとかね。連想ゲームです。ガラクタ集めが好きなんで。そうだとにね。かくこういうねエンジンみたいなガラクタを拾ってきては溜め込んで。なんでガラクタが好きなんだろうね。これもただ何でもいいから拾ってきたわけじゃなくて、これも多分なんかのマフラーかなんかだと思う。蒸気機関とかああいうのが好きで、小さい時汽車も好きだった。なんでこういう機械が好きなのかな。古いって言うと変だけど、そういう機械だよね。今じゃあんまり見ないような形してたりして、形が面白いから。でもこのまま飾っとこうと思うわけじゃないでしょ。なんかにしたいわけ。そういうわけでもない。ゆくゆくは何かに変えたらなみたいな感じで、とりあえず気に入った形のものがあったらすぐに拾ってストックにしちゃう。ストックにしとけばこれを作ろうって思った時にそのストックを頭の中から引っ張ってきて、じゃあこれと組み合わせてこういう形のものができるんじゃないかなみたいな。この全部を使うわけじゃなくて、使うこともあるかもしれんけど、パーツを取っていくみたいな。一部だけでもいいし、切って別の形にしてもいいしか、ブリコラージュじゃないですけどね。現物合わせで。ブリコラージュっちゅうの？現物合わせっちゅうの？器用仕事みたいな感じ。なんか結構悪い意味でも使われるんですけど。いや、わからんでもない。なんかこういうのってね。じゃあ、ミシンの古いのとかもいいよね。欲しいですね。多分スクラップ集め始めたのはライバーの高橋光也さんという、一回八ヶ岳美術館で展示を出してでお話しさせていただく機会があって、純くんの行動だと雪が深いので前だけです。今かろうじて高校生の八ヶ岳、今は在住なんですけど、脇田純さんにお話をお伺いしようと思います。ここはね、純さんの工房です。銀削ってランプとか切るの？削りながら切るっていう感じ。溶かすのは結構温度管理が難しいの。こんな感じで底を抜いたりして。これガラス切りみたいなの買うんだよね。普通のガラスカッターはここにあるんですけど、これだと板ガラスしか切れない。この流端ね、先端に回転するダイヤモンドの刃物をつけて、私もこんなの持ってるよ。これ便利ですよ。そういうものよく見えるね。ここに来るとよく見えるね。こういうのは作ったの？この滑車みたいな。この滑車は旋盤の練習で作った。ろくろみたいなやつ？そうですね。木を高速で回しながらこれか削っていく。あれもできるんでしょ？お茶。うわ、こんな薄いのもできるの？ペラペラのお皿とか。これ難しそうだね。桜ですね。これ山桜。うわ、綺麗だね。ここのこれが、うわ、なんか美しすぎるこれ。ここにここがあれか。そこが金ですね。2つあったんだね。うわ、綺麗だねこれ。めちゃ綺麗じゃん。でここがちょっと割れたからこれ入れたんだ。そうです。これ入れるの難しそうだね。簡単ですよ。簡単だっていう。うわー、すごいね。ちょうどいいところにこれとこれがあったんだ。狙いでしょこれね。いや、これ普通にどの木もこうなってる。だってどの木だってなってないよ。こういう縦長の木を分かります？そうなってこうやってなってるのをパカって割って、でこれが今こういう状態でお皿になってる。だからここを芯が抜けてるんですよ。でここをくり抜いていくので、ここはここにない。ここはここなんですよ。これが黒くなるわけ？これ別の木なんですけど、これ山桜なんで芯が黒い。芯黒いんだ山桜って。ちょっと色が変わってくる。でも狙いだよね。こことここになんか綺麗にこう模様が入って。
まあなんか結果的にいい感じになったっていう。美しいね。アートって感じの模様だね。これは薄いお皿の失敗作で、うん。こう回してて刃物を変なところに当てちゃうと割れちゃうんですよね、簡単に。これもあれで作ったんだ。そうです。そうよ、だって割れて割れそうだよ破片になったものをうんこの刃型に削ってお皿にしたっていう。これ靴べらになりそうじゃん。同じ木なんですけど全部和桜で。これ黒いとこは黒いのは鉄染めって言って、鉄で染めたの穀物酢にスチールウールをつけておいてできた液体を。じゃあ私が木作産鉄作るのと一緒じゃん。多分そんな感じ。私はね古釘とお酢と黒砂糖を入れて何ヶ月か置くのよ。で発酵させるっていうかそうやって使うの。これもそうなの？これも作ったんだ。でこれ何の木？これも山桜ですね。同じの。山桜もこうやって見るといろいろなんだ。栗は硬いだ。栗かきは硬い方が山桜なんだけど。で足も栗。でこれで筋入ってやったんだ。これわざといびつにしたの？これは乾燥でいう感じだ。僕があんまり勉強してないので。乾燥した後にやらなきゃいけないってことよね。よく乾燥させてね。生木で本当荒削りをしてこの状態で乾燥させたのを後でもう一回引き直すっていう。こういう風に芯が入ってると、これは芯ですね、木の、こっからどっちかに割れてくんで、これも割れ入っちゃってるんですけど、本当だ、ピキッと大きく、本当だ。そうなんです。だから本当は芯を外してこっちからこっちだけとか使わないといけない。それが分かってきたんだ、だんだん。まあ分かっててももうこの大きさの材があったらやっちゃうんですけど、まあ自分家のだったらね。わ、これも面白いね。どっちかっていうとこういう割れも好きなんで、割れたところはこんな感じで真鍮線で縫ったりして。刺し子みたいだね。で針やって縫うわけ？針じゃなくても針金なのでそうか、穴だけ開ければ。ちょっと私もやってみよう。皿もこれいいじゃん、面白いじゃん。こういうことをねできるのもいいかなと。割れとかもそのまんまにしてあるんです。これが山桜。山桜好きだね。これはイチョウです。あ、イチョウ。山桜一本倒していろいろ父とやるときは父がウィンチで引っ張る人で僕が受け口掘って追い口入れ倒すみたいな、そっちの練習をさせてもらって、こんな感じで。大きくなった。わかるわかる。ちょっと音も変わってますよね。でこれがイチョウのスマホスピーカーなんですけど、本当だ。変わりますよね。これが赤松で、山桜。広がり方がちょっと違うんですね。微妙な違いなんですけど。どれが好きなの？曲に合わせて。まあ曲に合わせて。ちょっと静かな曲とかはイチョウがいいんだ。ジャズ聴くときはこの山桜とか。ポップだったら赤松とか。ただただこうなってるだけでしょ？ちょっとホームみたいに広げて、旋盤床の部分を作って、後ろのスマートフォンのレストの部分はまた木を変えてブラックオールナットっていう木にこのテーブル層とか、あとトリマーで面取りをしたりして、で真鍮の金具をつけたり銅の金具をつけたりして作ってます。だけどこんなの買うのってお小遣いもらったやつで買うんだ。ほとんど売りはしないので材料費、これもらいもんです。もらったんだ。知り合いの大工さんからもらったりだとか、あとはほんとゴミを拾って石油の灯油かな、ろ過のフィルターだったガラス製なので改造して電気つくんだ。ライトにしてで夜こっちの部屋から入ってきた時にスイッチの位置が分かんないじゃないですか。これをつけるとちゃんと明るくなる。ここのスイッチがね。何これ？これも作ったの？傘のこれを。手がこの部屋の配線やったあまりの導線で。かわいい。でその下の白いところは鹿の骨ですね。ここ？その辺に落ちてた鹿。落ちてたというか、知り合いが友人が軽トラックで敷かれた鹿を持ってきて、で肉は俺がカレーにして食ったけど骨いるかって言う。じゃあもらうわって。肉より骨の方がいいよね。高校生の。これって角じゃなくて骨か。足です。鹿の足か。これでもすごいツルツルしてんじゃん。ツルツル磨いたの？もうどんどんツヤが出てる。いやこれめっちゃかっこいいじゃん。この骨もどっちもあります。これはちょっとマットな感じで。
またこれなんかできるってことだね。そうですね。それはドアノブかなんか、新しくドアを作るときにところから。なんでも役に立つもんだね。こう硬いんだね。そうですね。この木とかも大体もうただちょっとでもね。板っていうか薪についてた皮あをーそうだねただ釘で打っただけですね。ここら辺だってもうただの端材をかき集めて。開くの開いたで。でもなんかちょっとそうこうなるんだなんです。この蓋が干渉するので。これでここにこうやるわけ。でこの上にもちょっと物を入れられるような感じに。夜な夜な飲んでるんじゃないだろうね。飲んでますね。これも知り合いからの。でお茶が入ってるんか。お茶じゃなくてうん木くずの汁。何するのこれ。何するわけでもなんかちょっと一応インクみたいな感じで。これ何の木？木がパードックっていう赤い木なんですけど。わかります？パードこれ染まるんだよ。で私いっぱいねたくさん木くず出るけどもったいないじゃないですか。パードそうそうもらったよ。それは煮込んで赤く染まる。染めてるよ。木くずがパードックで。染めろって言われて綺麗な赤色出るよ。パードックですね。これがパードックか。こういうのも最近ホームセンターで端材が買えるようになったの。そういうところで600円とかで買ってきて。これが黒柿？黒柿。これはもう端材入れでいろんな端材をたくさん入れて。黒炭か。黒炭いい木です。こういうのをねちょっとずつ買いながらペンだったりとかパードックのペンもあるのでよかったら。これも何？筆箱を自分で作って。重そうじゃん。こんなにいっぱい鉛筆がいるわけ？今時の高校生。いや今時もっとシュッとしてると思うんですけど。なんか変な人に思われない？もうみんな思わないか。もうねだいぶ変人で通ってそうだよね。どう見ても変人だよね。もうみんなに呆れ返られてる。こんなのも全部作って。これは何で接着で貼ったの？これ接着剤でこういう風には切ったんだ自分で。もう全部一つこ一つんな大きさちゃんとするのって大変だよ。でしかもこれにちゃんと合う大きさでこれぶら下げて歩けるんだこうやって。これを出してなってんの両手に教科書を持って筆箱をどこに持つかって言った時に小指に引っ掛けようかなみたいな。これも作ったんだこういうの自分で。も彫金の真似事で、これも100均で売ってる銅線なんですけど、そう。このペンだって市販品なんですけど市販品じゃない。よく見るとこれ温めたわけ？削って削ったの？カッターナイフで削ったのを。こんなことも。こういうとこはいらんやつをつけたわけ？こういうのは市販品のこれも元はこういう色してなくて、色もそういう風にしたんだ。こういう感じでメッキされてるんですよね真鍮の上から。なんでそのメッキを剥がして真鍮むき出しにしてみたいな。こんな色になる。そんなこれがこの色になるわけ？そうダイヤモンドですね。ガリガリ頑張って。これも何？これペンの芯。これがこのノック機構から自分でこんな感じで一回カチャッとノックされて芯が出るんです。戻す時はこれをちょっと回してやると、っていうの中の構造も全部パイプ削って。なんでそんなことやってんの？この替え芯がここに入ってボールペンなくなったらなんでシャープペンにもなるし青ボールペンにもなるし。エコだね。だけど今すぐ赤に変えたいと思ったらそういうのは無理ですね。なんでこうやっていっぱいペンが入ってなんとも言えない。これもペンで。これも作ったの？これ黒炭ですね。これがパードックで黒炭。こういう風に削ったり中開けたりとかいろいろしたってことよね。そういうのも全部千番で。もともと朝市の田中さんと一緒にヒノキの端材使ってシャープペンを1本作ったのがもうこれのきっかけのようなもので。ヒノキは簡単でしょ？八百いから。ナイフカッターナイフで削ってカクカクしたシャープペンを作ったりして。すごいな。あとこれとかデザインナイフでこうやって芯を出してギュッと締めると。刃だけがでここも全部作ったんだ。もう全部シャンのステンレスパイプ買ってきて。もう普通のデザインナイフの刃じゃなくて普通のカッターナイフの刃。切ってんの？切って。こんな細いカッターナイフの刃ってないでしょ？あれ売ってんの？普通のカッターナイフ。普通のカッターナイフってこんな細くないじゃん。ナイフの1枚分。それをこっち向けてるのか切って。パキッと折った1枚分を切ってるっていう。デザインナイフの方が高いもんね。そうなんですよ。替え刃が高いの。それが結構人気で友達にも3人ぐらい配って。これさいいじゃんすごい。でこれボコボコしてるから持ちやすいんだ。もう持ちやすいかわかんないですけど。これ面白いね。これちょっとすごいアイデアだね。でも必要に迫られてた。デザインナイフが高いから。まあ思いつきで。これがパープルハートっていう紫色の木貼り合わせて。これどうやって貼り合わせるの？もう接着剤。どこを貼り合わせる？ここら辺にそううっすら筋があるんですけど。そんなことするの大変じゃん。一本でやった方がいいじゃん。
そういうもんでもないの？そういうもんでもなくて、これだけ長いとうん穴を開けるのが大変なんで、途中で曲がそったりれだから貼り合わせた方がいいってことか。なんで貼り合わせる前の木にお互いくぼみをつけておいて、であー貼り合わせて、でドリルで穴をきれいにすると。こっちは一本でで穴、一本で中に穴。開けて、で最初はもう結構太い木なんですけど、うんうん。穴を開けてそれを基準として周りを削っていくので、だいぶ細く。まったくまあ、こんなん私絶対嫌になるわ。こんな筆の箱に入れといたら全部そうなっちゃう。いつの間にか。したらいいね。知らんかってポコッと入れといてよ。それでハッとなった。こんなんえらいどんぐらい時間かかるもんなの？これだったら1本5時間とか多分ずっと掘ってます。授業一日授業一日じゃできないか。授業1日分使えばできますね。大体どんぐらい？だって授業中にいつもやってんでしょこれ。まあ何日かかかるなじゃ何日かかけてます。そう実習も多いんで、農業高校は。そういう時はできないの。あ。あ、そうか。英語とか数学とか自分が興味があんまりないところ。それの応用で枝ですね。何これ？木の枝を何すんのこれ？杖。杖？ハリー・ポッターってご存知ですかね。名前は知ってる。あれ妹と弟がすごい好きで、うん。杖作ってくれっていうハリーポッターは杖持って歩いてんだこうやって。魔法使いらしい。これな、御柱のなんかみたいだな。これは割り箸です。普通の枝からこう花みたいにじゃあもししてみたいとか。ガールフレンドがいたら「ちゃ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 」って「はいお花のプレゼント」とか。そんなちゃっちゃとできないんでね、あそうかかっこよくはないです。いやひたすらだけどさ、木くずまみれになって地味な。だけどさ、一生懸命やって「はい僕のお花受け取ってください」とか言ったらどう？かっこよくない？モテないですね。小学校の時に目覚めて、ほんで中学校になって木工をどんどんやりだし、この工房を作ったのはいつぐらい？高1の冬。それはここまであったのをこうやったらだんだん好きだというのが分かって、お父さんたちも頑張れって感じでこう作ってくれたの。それまではずっと家の一番上にあるロフトでやってたんですけど、まあとにかく汚くて埃は立埃つしな、だらけで、で狭いんで掃除も大変だよ面倒になっね。てあんまりしなかったんで、木くずからアルミくずで鉄くずやらいろんな粉塵が舞ってて、そこで寝てたんで、まあ前々から作業部屋あったらいいなみたいな話はしてたんですけど、祖父祖母がお金を出してくれる、大きい機械とかも変えて、保育園の園長をやっていたので、若いやる気がある人たちに理解があるんだ。だいぶ助けてます。じゃあ祖父祖母のおかげじゃん。そうだよ、普通高校生でこんな工房なんか持ってないもん。もともと家業がね木工関係だったら、本当に最初は100均のヤスリとノコギリとも100均で買ってきて、でなんか木工好きだった話を母がバイト先のパート先の職場でしたら、そこの人が安い糸のこれなんですけど、クロクソンのねセカンドストリート2500円ぐらいで見つけてくれて、でそれを買って。だけどちょっと使いこなすからすごいよね。こういうのも自分で作ったんだ、うまいことね。花も大体端材ですよ。もともとウッドデッキだったんで、このデッキを剥がした材料でこれを作って、これ何あげても損はないって感じだね。純くんにあげた分は。まあもらったものは無駄にしないじゃないですけど、何らかのものにはなる。もらわなくても拾ってきて役に立ちそうだ。こういいね。私もこういうのつけてシジュウから来させようかな。本当はプランターボックスで外から見ると分かりやすいんです。夏はここでレタスやって、あれが置いてあるじゃん。芋食べに来るの？それ養蜂部の時に持って帰ってきたじゃないですか。スムシっていう害虫が湧いちゃってて、それを食べるんだ。つまんだものかなとか。これアマビエちゃん？心臓です。心臓か。独特の。これを作ってコンクリートで型を取って鋳造して、でこれをさらに樹脂で型を取って、最終的にチョコレートの型にする。思うんだ。どうやるんだろうと。これはそんな調べなくて、こうやればこうなるんじゃないかなぐらい。これ何これ？綺麗だね。それはワインボトルとかの襟に。それを集めたの？こうやって集めて、でこう平たくしておいたのを切ったり曲げたり貼ったり。じゃこんなもん作ったの？小人にして遊んで。じゃあこれで板にしたのを曲げて小人にして。だよね。これを作るのがすごいよ。それも作ったの？スチール缶ってもともとこういうジュースの缶がストーブの中で焦がして塗装を剥がして、でハンマーで叩いていってこういう形にする。うわかっこいい。空き缶とは思えないね。
これ電球の中にこのコイルは自分でコイル作ったの？導線をひたすら、丸めたんだ。モーターかなんかの導線なんですけど、入れてみたんだ。短い導線がいっぱいあったんで、うん何にしようかな、ひたすらコイルに。この子もそうなんだ。この子もワインボトルで。赤い子と黒い子ちゃんだぞ、おもいとかってなんか人形劇とかできそうじゃん。これ遊びはあんまりしないです。それはしないの。小人がいたら代わりに。ちょっと私これで焦点合わない。このぐらい。かわいいね。よくこんなもん作るね。クラフト市とか行った時に彫金の方の作品を見てたらやりたくなってきて。こんなのやってる人いるんだ。これはやってないんですけど、銅板からリンゴ食器を作るとか。そういうのやってたから、銅板もないしリンゴもないし、リンゴじゃないけど何もないし、空き缶があるからこれでやろうって思ったんだ。できるかなみたいな感じで。そしたらできたんだ。できちゃいました。変なものです。これすごいね。こうやって見たら綺麗だね。すごいね。なんかペンチで投げて波板みたいにして。したの？これもストーブとかに入れて燃やして焦げ目をつけたりして。こんな形だったんじゃないんだ。こんな自分でしたんだ。これも小人の家のね、屋根とかに持ってはいるんですけど、なかなか作ってない。この形作るの大変だね。パターンなんだよね。最初に決めちゃえば簡単に。っていうかパターンも何もないじゃん。曲げなきゃいけないんでしょ。これバシッて置いたらこの形になるわけじゃないんでしょ。そうですね。ペンチでやるんでしょ。ペンチでひたすら。なんてことなくないじゃん。これペンチでこんな風にするんで。でも綺麗だね。こうやって置いとくだけで綺麗じゃん。ボトルでも普通にそこら辺で転がしておいたら不法投棄だし、ただのゴミだと思われちゃうんですけど、ちゃんと素材ごとに分けたりして使ってあげれば誰もゴミには見えないんじゃないか、そういうのを目指して。瓶をもらったら、瓶を取ったらこれ捨てたらもったいないなと思ったんだ。もともとはそのワインボトルを切断して何かを作るときに邪魔だなと思ってこれを取り外したんですけど、せっかくだからこれで何かを作れないかなと思って、で小人にしてみたり波板っぽくして、デザインもいろいろあって面白いので、考えたこともなかったね。でもボトルについてる時はこんな可愛らしい紙じゃないけど、可愛い。銅板3センチとか2センチ。これ家だ。お家なのね。お家っていうか一輪挿しなんです。だってちょっと取ります。煙突があるから家に見立ててはいるんで、小人が2人いて、ここに瓶が入ってる一輪挿しになってて、前鍵見える見え動くる。ようになってる。この鍵はどうしたの？作ったの？この鍵も真鍮板で作りました。なんかカッターでカットしたりして。カッターじゃなくてもう全部ルーターだけで、鍵真鍮で別で作って動くようになってるんです。そう。この銅板はハサミでも切れるのでちょきちょき。銅板やぶそうだもんね。でハンダでくっつけてみたいな。頭とマントが取れます。四角い子なんだね。頭が。頭は紙袋をかぶってる。自分の作ったキャラクターじゃないんですけど。そういうキャラクターがいるんだ。こういうのがいて。これは力作だね。煙突もこの3本のね支柱みたいなのが結構大変で、大変だよ。大変でもうねムカつくし、うまくいかないと。わざとこうギュニュってなってるんだ。そうなんです。わざと生やして。やっぱりその買ってきたままだと銅管だとまっすぐすぎて面白くないし、真ん中の子もキャラクターがいるわけ？そうですね。でやっぱりこういう煙突のうちに住んでるんだ。煙突とかこういうのは完全にオリジナルなんです。でこの煙突曲がってるよね。そうなんですね。ホームセンターで買ってきた銅パイプなんですけど、曲がってたんだ。売ってるまんまじゃなくて自分で曲げてボコボコにちょっと加工してありますね。なんで曲げなくていいじゃん、めんどくさいのに。なんかそのままだと面白くないなと思って。面白くなくていいよ。大変じゃん。だってどうやって曲げんのこんなもん。これはもう普通に手でぐにゃっと曲げて、でペンチで潰したりしていって、こだわりが強いので、そうだ気に入ね。るまでこっちの小人に関しては3回ぐらい作り直して、このマントとかも何回か作り直して。気に入らなかった。ナイフで削ったの？ちっちゃいのもあります。これどうやってどっかに固定させてやらないとダメでしょ？これもともとが木の棒なんです。棒の先っちょをだんだん上側を丸くしていって、下側も丸くしていって、で最後切り離すみたいな感じ。全部木なんですけど、でそのうち何かのパーツにするんだ。アクセサリーを知り合いに頼まれた時に作ったものの失敗作。これは分かる人には分かるかな。わからん。 T2 ファージって言って、バクテリオファージっていう微生物じゃなくて、ウイルスみたいな
ものがいるんですけど、うんそれの模型を、これあれです。さっきのスパイザーってロボット、ロボコンのロボット部品を流用して、中学校の時にロボコンに出たんだ。中1と中2で一人で出るやつね。個人戦、平塚先生ってね、中学校の名物教師で面白い先生が、その人が声をかけてくれて、そういういろんないい人に恵まれたんだね本当。に人にあ、これ心臓なの？アイコンで、これを元にして、そっちの型を作ってチョコレートにして、これインスタに載ってるのはこの絵が載ってるんだ。もうインスタも全部このアイコン、手で描いたの？鉛筆、シャープペンと鉛筆だけ、すごいじゃん、こんなもん描けるんだな。これも描いたこういうのの？とかも、ホーム画面が人のね描描いたイラストとか写真だとなんだかなと思って、こういうのも中学校で美術の先生が持ってた本でスーパー鉛筆画デッサンっていうのがあって、それを見た瞬間になんか描き方が分かった。それまですっごい絵とか下手くそで本当に嫌いだったんです。本見たら描けたんだ。そういう風に描けばいいんだみたいな。私もそれ見たら描けるかな。スーパーなんていうの？多分スーパー鉛筆画デッサン、向いてたっていうことでしょう。向いてない。これも描いたの？これもサイン、クジラはレオナルド・ダ・ヴィンチのコンパス設計図を真似してアレンジじゃないけど、ここにネジつけたりしたらどうかな。でその先生がそれを見せてくれたんだ。その本を誰でも見ていいよみたいな感じで置いてあって本棚で、それ2階段で登れるの？で上にハンモックが吊るしてあるんですけど、ここ登って大丈夫なんだ。この階段、ここにロープが、ここで寝れるんだ。じゃあたまに寝てます。でこうやってここから登っていくんだ。ツンツンとか言いながら。そうそう、高いとこ大丈夫なんだもんね。なんなら屋根の上とか平気で登ってて、それが赤松館。これも何するの？これはただチェーンソーで切っただけ。うちなんかそのうしようと。ちなんかになるかもしれない。割れたガラスがいっぱい置いてある場所があって、ガラスもらっていいですかって言ったら、いいけど何にするのって。割れたガラスを拾ってきたんだ。これも全部割れたガラス？だから本当にガラスも買ったら高いですけど、高いよ。ただで拾ってきたものなんで、ステンドグラスってこうやってやるんだ。みたいですね。何も知らんで適当にやったらできたってこと？そんな感じ。そんな勉強もしてない。勉強が嫌い。師匠さんみたいなのは何もいないってことがっつり教わったっていう人はいなくて、影響を受けた人ならいっぱいいますけど、これ白樺の木なんですけど、ペラペラにして透けてちょっと、かっこいいなと思ったんだ。これもこれは貼ってない。これ何？木？これは鉄なんですけど、鉄。100均で売ってた飾り、ここの網だけなんですけど、網があったんだ。これが器みたいな感じで使う用のもので、それをペンチでバチバチ切ってこれ妹が描いてくれた。そう、偉いじゃん。いい妹だ。竜とかも、竜も妹？妹が描いて、上手じゃん。上手ですよ。僕なんかより全然。偉いじゃん。もう家族愛だね。安全第一って。いや、これお願いして。描いてくれって言ったんだ。またこの上も可愛いね。これ何？桜の皮の。何のためにこうやって？北県かどっかの方で樺細工っていう桜の皮服があるっていうのを本で見て真似してみようかなと思って、でこう乾燥させておいたんですけど、乾燥しすぎたんだ。そう丸まっちゃって。でも水つけたらどうなんだろうね。戻ります。ネクタイピンにしたりしないとね、こう持ってって。茶筒とか桜の皮が奥に見えてるのがゴム鉄砲の3階。最初本当始めた頃、中1の3学期とかは本当もうゴム鉄砲とかそういうおもちゃが大好き。最初はもう普通のおもちゃで使ってて壊れたらもう直らない。直し方が分かんないけど、プラスチックだ。でも自分で作ればいくらでも直せるから壊れないおもちゃなんじゃないかっていう発想になって、で作り始めて。だけどその頃からもう無駄にしないっていう発想があったんだ。自分でずっと使えたらいいみたいな。普通はもうポイポイ捨ててまた買えばいいやって思うじゃん、そんな若い子なんか。なんだろうねそれって。変形してゴム鉄砲になるんですけど、自分で作ったの？これなんでできてるの？鉄？ MDF っていう薄い合板の集成材じゃないですけど、合板で作ったんだ。木くずみたいなのを集めて圧縮してある材料で、本当安いんで100均で買えるんですよ、MDF なんて。バキッとか言いそうだな。言いそうだね。できたできた。いくつで作ったってこれ？これが中2の時です。ちょっとやってみて。バキッの形してる。14歳。これで色も塗ったんだ。スプレーも全部100均で買う。でこんなのも自分でなんかノコギリ？ここなんかジグジグしてる。これ穴を開けてドリルでそこをだんだんつなげていって切り抜いて。ドリルってどんなドリル？インパクトで穴開けたの。お父さんのインパクト借りて。そうです。ここにやればこう持つとこができるなと思ったんだ。取っ手をつけて、でここをこうやるとどうなるの？でこういうストックとかそういうのも全部出して、ゴムを引っ掛けると飛ゴばせる。ム鉄砲？ゴムに何を引っ掛けるの？石？
あ、いや普通にゴムだけを飛ばす。石なんかつけたら危ないんで。これが初めて作ったんじゃないわけよね。田中さんと作ったボールペン、シャーペンがヒノキでやったのが最初か。そうです。これが2年生の夏で。で田中さんとの出会いもちょうどいて、ちょうどやりたいのがなってな、その辺からもあるわな。まあ田中さんと出会わなくてもやってるだろうけど、引き金を引くと飛ぶと。やったーと思った、作った時。もうちゃんと動いた時は嬉しかったですね。コンパクトになるっちゅうのもすごいね。だんだん進化して、これは P90 っていう。それいつ作ったの？これ中3の時ですね。中2で中3になったんだ。中3で、これも中3なんです。だんだんうわー、すごいじゃん、本物みたいじゃん。本格的になっていって、なったね。でここら辺で母からストップが入って、あー、もう銃は作っちゃいかんと、それは分からんでもないわ。作るなって言われて、それはよかったわ。ほんで何作ろうってな、じゃあもう、初心に戻るじゃないですか。そのペンの方に軌道修正されて、今のこういう文房具とか、ナイフとか。おじいちゃんとかが作ってくれたのは何年生だった？出してくれてここを作った。これは、高校生？高校入って高1の冬ぐらいに。高1の冬ね。もうだんだんこれはすごいわと思って、みんなが応援してくれだしたってことよね。応援しがいがあるわな、こんなのいろいろやってね。みんながいろいろあげようとも思うよ。この瓶、おしゃれなねウイスキーのボトルもこの間インスタを見つけてくれて。ラジオ作ったの？中の基板はそのまま、それはまああるものを使って動くんだ。電池を最近取り替えてないから。いや、これ著作権なるってことよね。うわ、かっこいいじゃん。中を入れて自分で作ったんだ。へえ。こうやってやっててよ。ゆくゆくはじゃない。もう4月からその学校へ木のこととかもだんだんに覚えるよね。もっともっとね。そうですね。今よりは多分詳しくなる。木のこととか詳しくなって、将来的に一生の仕事としてはなんかやりたいこととかあるの？一生の仕事って言ったらやっぱり林業。もう体が動く限りは仕事はそっちでやっていって、でこっちは趣味みたいな感じで続けながらちょっとずつ貯めていって、クラフト市なんかに出せたらいいかな。その林業っていうのも木扱うから、これは木じゃないものも扱ってるけど関連性があったりするんだ。そうです。木が好きなのもそうですけど、山とか森とか自然が合ってるという。山とか森とか、ちっちゃい時からここにいたの？森を見てたの？生まれたのは茅野の方なんで、本当幼稚園の年中ぐらいで越してきて、それからはもうずっと自然文化園通ったりして毎日のように木登りして遊んだり。ああ、そうなんだ。そんなことばっかりしてた。作ってる時っていうのは楽しいよね、やっぱりね。まあうまくいってる時はすごい楽しいし、うまくいかないとねイライラすることもあるけど、まあなんやかんや一人でこう黙々と作業するのが好きなのか。何なのって感じだよこね。れ銅のテープ、ホームセンターで売ってるちょっと高めのテープで。高いよ。どうだった？ステンドグラスみたいなやつもこれ全部銅テープでやって、自分で考えたんだ。先っぽだけこんな風にして。形が面白いよね、すごい。本当にちょうどいい枝があって、でこのほうき草、これ学校で育ててたり、そうよかったじゃん、ちょうどあって。もらってきて銅線巻いて。ちょっとかっこいいわ。やっぱこれだけあると長いまんまにしときたいね。そうなんですよ。形がいいから、あんまり短くしたくなくて、こんな長いと上当たってしょうがないんですよね。掃除できなないんか壊しちゃいそうで。掃除はあっちの。そうだね。で普通だったらここにこうやってぶら下げるけど、それもできないわけだね。それもつけられないからしょうがないからここにね横へして釣ってあるんですけど、どうやって釣ったの？ちょっと置いてみて。だから何でもそうやってできるからすごいよね。みんな背が高いんだね、ここの人。おトイレの鏡がすごい高かったもん。でも母は僕より小さいです。ちょっおトイレのと高いんですよね。へえ、こうやって置くんだ。でこれも作ったのね。これもそうだし、こっちの電球とか、これはスイッチがこうぐるぐるってやるわけね。これそうです。スイッチがついてないからでこのねランプシェードみたいなやつとか、あとこういうチも。これは何なの、この滑車は？自転車のチェーン。もういらんやつをこうやって作ったんだ。自転車のチェーン、ここ捨てるのもったいないからこうやったんだ。何かに使うかなと思ってストックしてたんですけど、そしたらここだと思った。この網もなんか拾った網もそう知り合いが引っ越す時にいらないの電気ギターの端材らしくて、薪としてもらった人がいて、それをもし欲しかったらあげるよって。ギターがこうなっててね。井上直久さんっていう人の絵が好きで、合集も中学校の
和田先生がこういう展示が富士見であるどうって言われて、うんそれで見に行ってすごい、野上直久さんが好できなの。この人の絵が結構その植物とその建築物の融合ったりして、うんそういうのも自分の中でこの植物と木工品とかを組み合わせたものを現実の実物にしてこう出したいみたいな、草屋根とかですね、うん巻き小屋を作って上に草を生やして、もう木材も腐り始めてるんだけどそのまだ形がある、うまくね言葉では難しいですけど、ハセヤンとこのあれなんか屋根の上なんかいっぱい。そうだから、んね、カナディアンファームとかハセヤン作ってるものすごい面白いなって思って、まあああいうのもチェーンソー1本で作れるようになったら楽しいだろうなみたいな思ったりして、純君流のねでそのチェーンソーアート外にあるのもそうなんですけど、こうチェーンソーで彫ったものにコナラの木を植えてあって、で中に土も入れてるんで多分ゆくゆくは徐々に腐っていくんですよね、チェーンソーアートも。そうだね。でもそれが栄養になって苔むしたりしていってくれたら面面白いものができるんじゃないか。じゃあ自分の作ったものと自然が織りなすことでできたアートみたいなものだね。そうですね、そういうそれのを作りたいっていう、もう何年かかかってそれが毎日毎日森が育んだものと一体になったような感じのものだ。あ、なるほどね。最終的には腐ってなくなってしまうかもしれうないけど、ん、まあそれの方がいいよね。腐りかけを楽しみたいみたいな、いろんな金ちゃんたちがやってきてこうクチュ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 食ったり虫もやってきて、それこそ本当に自然の調和だな。それは大きな山のこととか扱ってるとより一層お勉強になって、それが身になるとこの作ってるものとのいいコラボになるね。自分でこれからやることは意味でもまあ林業をやりながら森のものを使って、森全部をアートにひょっとしたらできるようになるかもね。一人じゃっていうとかしか、山を育てるにはやっぱすごい時間もかかるし、これ辺の山だって伐採したら何でも植えていいわけではないから、ちゃんと決まったものを植えて、まあ、山の多面的機能っていうのをちゃんと守っていかなきゃいけないし、そういうことも考えられるような人間になりたいなと思って林大になるほ行こうどかな。全部が役に立つ。これもまあそういうものの一つだけど、それをもうちょっとただ使うものじゃなくて全部の森とのコラボだね。お皿なんかの日用雑貨だったら、まあ、人にとっても価値のあるなるけど、まあ、植物とか動物とかそういうものにとってもいいようなものを作れたらいいのかなみたいな。ああ、なるほどね。とも思ったりはするんですけど、まだまだ勉強が足りないよな。これからだ、まだ18だもん。それに持ってきてこういう使った後のものも木とか一体にはならないけどなんか一緒になれるかもしれんよな。なれんかな、どうなんだろうね。こういうのは塗料もついちゃってる、まあ、中の鉄が腐っていったら、うん塗料はね腐らないで残るじゃないですか、そうするとあんまり環境には良くない。そうだね野ざらしで使うっていうよりは、これはこれでこれは中で屋内で自分が使うものとして何かに加工して使えたらいいかな。これもこのまま置いとけばもう、まあ、こういうとこ取ってまたね廃棄物をどうにか、鉄とか今高いっていうからできるんかもしらんけど、まあそういうことじゃなくてもこれはこのまま置いといたら単なるゴミかもしらんけど、その中からこれはこれでその森とは関係なく、一体とは関係なくこれを使って使えるものっていうわけじゃないけど何になるんだろう。まあ今ちょっとパッと見て思うのは、こういういろんなとこに穴が開いてるんで中に、まあ、土を入れたりしてプランターみたいな錆びかけのもう使えない機械から木が生えてくるみたいな、なんかそういうものとして、まあこの場所ではちょっと、マッチしないかもしれないですけど、使えたらいいかなみたいな、まあいろいろ妄想が広がって楽しいですよね、こういうものを置いておく構想っていうか、何を作ろうかっていうことか。そういうことを考えてる時間もねすごい楽しいし、工業的に作られたものってラジカセとか分解してるとすごい思うんですけど、本当にどんな設計をしたらこういう風になるんだろうみたいな、すごい複雑で理解できないものだから面白いみたいな。これどうやって開けんだっけ？あ、これは関係ないか。あ、押押すだけなの。すとこう押したらこうなって滑車でロープがこうなってこの重りもスクラップですね、モーターの部品で、まあよく集まるね。まあ手元にあったもので使えるもの、ああそうだよね。これこうやってやっといたら、そうだ、あそこにこれがあるからこれをここに重りにしようとかも、だからいっぱいなんかあった方がいいんだね。
だからここでこれがふーっとこうがついてる。で、あ、これは作った。これは塗ったんだ。そうです。このうんプラスチックのプランターをうんはめられるように、わかった。ここにレタスが生えたらそれを鳥が食べると。ちゃんと自分のサラダ用のレタスを去年はやって鳥も食べに来てたってことね。うん。うん。まあ鳥も勝手にね、鳥はどっちかというとレタスに寄ってくると石の方にキャップで、あ、スクラップで作ったんだ。でミシンの部品ですね。結晶のモチーフで作らせたもの。あ、これは去年ので、これが今年のやつなんだ。去年はでっかいつるも作ったんです。あ、折り鶴の来て、こう開いたらここがこう、これよね。これがそうです。ちゃんとああ、もうこんななってるんだ。これがもううん。自分の右足を参考にして苔も生やして、ここら辺も皮がバリバリ取れてきちゃってもうこんななってんだ崩れね。始めてる。でここにコナラが植えてあって、この間の雨氷でだいぶやられてあ、そう。復活するか心配ですけどね。強いから大丈夫なのかな。ああ、これがいつの日か、これもうなくなってもコナラがブワーっとなってて、コナラだけになる。デッキの上じゃなくてどっか地べたに置きっぱにしておく、そのうちね。生えてくるかな。